はい、皆さんおはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はですね、どこに来てますか？今日はどこかなこれ。曇ってる空の下。そうだね、今日はあまり天気良くないんだけれど、オハイオに、一昨日までかな、いたんだけれど、そこから北に登ってきて、また登ってきました。はい、ミシガン州におります。イエーイ。ミシガン州ではデトロイト、自動車産業が有名な、州ですね。よく聞くような、なんかこう廃れた街っていうイメージがもうついちゃってるっていう感じするような、デトロイトはな。そうだね、もうかなり治安がね悪くなってとかっていう部分があったのかな。で、まあ今でもとても治安が良くなったとは言えない状況みたいなんだけど、まあコロナがあったりとかもしてね、なんだけれど観光できるかなと。はい、今回もちょっとダウンタウンの方はなかなか雨も降ってるしね、行けないかもしれないんだけど、今日はまずヘンリー・フォード博物館に行ってみようと思います。でね、このヘンリー・フォード博物館っていうのはアメリカ国定歴史建造物に指定されていて、アメリカの歴史に関することが多くある複合施設なんだよね。そのヘンリー・フォードだけがメインではなくて、そのそばにはヘンリー・フォードの友人と言われる、エジソンの研究室が残されていたりとかいろいろするんだけれど、どこまでちょっとね今見れるかわからないけれど、いろいろ見ていきたいと思います。はい。はい。右かな。なんかゲストパーキングって書いてあったけど。横断歩道を渡ってる人いるけど。めっちゃ可愛い。その人ちゃうわ。いや、人としてカウントしてあげて。ちょっと通るよ。じゃあね、お元気で。はい、到着しました。到着。ちょっとね、今9月の末ですけど、気温が18度。結構寒いな。めちゃくちゃ寒いですね。あったかい方が良かったじゃん、やっぱり。いや、寒い方がいいよ。すごい、中めっちゃ広いね。めちゃめちゃ広いな。全然こんな広さを考えてなかったよね。なんかミュージアムだけじゃなくて、なんか別売りでいろいろなんかチケットが多分種類があって、ツアーやったりとかガイド付きのあるみたいですね。さて、廊下を半分ぐらい歩いてきたらこういう風にエントランスがあるんで、私らはねビレッジじゃなくてミュージアムの方今日購入したんで、こっち側に行きます。これ全部がミュージアムなんやな。めちゃくちゃでかいな。No, it's our first time. Yeah. Well, enjoy yourself. Yeah. お、すごい。こっち側が言うたらこの車系のそうだね。展示がいろいろある。もちろんフォードでしょ。すごいな。もうさ、こういうの走ってるよね、たまにね。たまに見るな。めちゃくちゃかっこいいやつ。人気の兵とこれだって結構古いやつじゃないかな。でもこれ大きいよね、でもね。もっとさ、ちっちゃいやつなんかなんていうの、リノベーションして走ってるのよく見るけど、あるある。この大きいのはなかなかまだ見ない。だいぶ長いよね。後ろこれすごい。これってリムジンなんかな。リーガンカー。これもこれ大統領の車、プレジデントカーだから。大統領専用に作られてる車。すごい。じゃあこれに乗ってる人見たらさ、なんか絶対大統領ね。リンカーンが乗ってた。こっちはケネディ大統領が乗ってた車だね。すごい。デザインは結構変わってないけど、にしてもかっこいいな、この後ろの感じが。この時代変わって上がこんなに簡単に開くようになってたんだって感じだよね。このシステムだけですごいよね。上がバーって開いたりするの。暗殺されたのね。あ、そうそうそう、ケネディ JFK。
当時15セント。まあ当時のでも15セントって何が15セント？ハンバーガー1個めちゃう。相当安いよ。いや確かにね、当時のまあお金のまあ価値にもよると思うけど、それにしてはめちゃくちゃ安い。BMW。いやこれはまた別でしょ。これはまた別な。15セントのハンバーガー、もうライセンスオブマクドナルドって書いてあるしこの時からもうすでにフランチャイズだったってことだよね。そういうことか。てかこのバス見て、ねここの中で食べれる。すごいな。いいな、あのバスの中で食べれるの。お昼食べちゃったよ。この辺の土砂は1900年代とか1899年から使われてたりしたの。すごいな。これ人力ってこと？これ全部いろいろなんていうか蒸気機関だったりとかそういうエンジンがついてる。すごいな。めっちゃ可愛い。やば。これがいい。よこれ何？くわからんけどでもめっちゃ可愛くないこれ？これモデル T だね。ここも有名な車。お前書いてある。ツーリングカーって書いてある。いろんな名称でアメリカで呼ばれてるすごい有名な車。ここが1930年代なんですけど、この辺になったらもうこのエンジンが使われてるってことだと思う。結構大きい。やっぱりまだ。あ、これめっちゃ可愛い。これ。軍用車。なんかこういうのはやっぱ誘われる。こういう先頭に。なんですぐ先頭に来たかった絶対行きたくない。すごい、この辺の車めっちゃ可愛い。なんかもうこの辺まで来るとやっぱもう、結構街で見かけるぐらいの形にはもうなってきてるような。そうだね。なんかもうサビサビになって捨ててある車とかでもそういうの見るよね。でもデザインやっぱめちゃくちゃ可愛い。でも値段さ、280で今見たら安って思うけど、この時の年収が1年で3000ドルぐらいって考えたら、年収の3分の1ぐらいってこと。まあでも一緒か今と。今とそんなに変わんない。そうやんな。今も車値段考えたらまあそんなもんか。この辺もめっちゃ可愛い。シボレーやシボレー。いいなぁ。サーモンピンクみたいなのめっちゃ可愛い。もうこの年代ぐらいになったらキャンピングカーとか使い始めてたよ。本当だね。ヒッチつけて引っ張ってる。この辺だってもう年収の半分以上になってめちゃくちゃ高い。あ、セダン安い。出ました。日本車ホンダアコード。高っ。年収の半分以上だ。だいぶなんかちっちゃくなってね、スマートに。もう現代の車っていう感じだった。もうだって見覚えのある車しかない。全然この辺さ、もうアメリカで現役でも走ってるよね。来ました、2002年。トヨタプリウス。もう皆さんご存知の、いい意味でも悪い意味でも有名なプリウス。なんかでもちっちゃいな。今のより。そんなことない？これもプリウス。プリウスって書いてある。初期のプリウス。今はなんかもうちょい後ろがでかい。荷物がもうちょい入るようになってるイメージ。わかんないけど、これはまだハイブリッドじゃない時代のプリウスなんじゃない？ああ、そういうことね。わかんないけど見てない。シボレー。かっこいいな、やっぱ。全体的にごついというか、スポーツカーってことやな、これ。もうめちゃくちゃかっこいいよね、これがね。かっこいい。まあ現代で。この辺はレースカーですね。これなんかシミュレーションみたいにできるのかな、もしかして。ああ、かな。あ、テキサポある、テキサポ。
本当だな。私たちね道中で結構ガソリンスタンドに寄ったりするんですけど、そこでテキサコっていうガソリンスタンドを結構テキサスあたりで発見しててんな。そうだね。もうテキサス越えたあたりにはもうずっとあったよね。あったあった。だから発音するだけでも楽しくなる感じがね、自分たちにとって見つけたあそこはテキサコやテキサコ。あったって言いながら、なんか随分見つけた気がするけど、1回ぐらいしか行ってないけど。でもやっぱ西の方とか中心部からずれるとやっぱ見えへんくなったよな。そうだね。やっぱりガソリンはラブズが安かったよね、俺たちにはね。なんやかんややっぱりラブズが一番おすすめ。かっこいい。あ、レーシングスーツね。そう。しかもさ、これさ、ダラージェネラル。あ、本当だ。こんなところにもスポンサーになってる。ね、こんなに有名だったんだね。この中どこ行ってもあるもんな、ダラージェネラル。そうか、ずいぶん小さいなと思ったら女性ドライバー。どっちもそう。どこで着るねんって感じやけど、なんか1着ぐらい欲しいな。いや、絶対いらないよ。じゃあスポーツカーパフォーマンスセンター。何これ。何を表してんだろうね。でも全部書いてある。カースピード、ペダルポジション、ステーリング、プレッシャーブレークリア。全部数値化されてる。見ても分からんけど。何キロぐらいで走るんやろな。300キロぐらいじゃない？いそう。300キロ弱とかそんなイメージが200何キロみたいな。怖っ。だってハンドルさ、まっすぐにはできんもんな。もう常にこう微調整しながらさ。レーシング GT はなんかよく聞く名前。あ、そうなの。これ後ろは風よけなの？あれはダウンフォースを得てグリップ力を高めるためのもの。何言ってるか分からない。運んでる。エンジンがミッドシップだからそこから空気を得てエンジンを冷やす。一般的にはほとんどみんなエンジン前でしょ。だけどこれはエンジンがここにあるからね。何やこれ。回して遊ぶもんね。何が回ってくる？どういう風にできてるのか見れると思う。ブレーキペダル。ああ、そういうことね。部品ごとのあれな。見たら自分で組み立てられるんじゃん。無理でしょ。何やろ。くぶって見えんねんけど。動くと上がるんじゃない？じゃあ多分なんかフィールダーウェイトって書いてある気がする。重さを感じてみようみたいな。これか。ね、めっちゃかっこいい。ずるいです。そんななんかそんなこれが一番早い。そんな詮索するずるいです。第2戦目。というわけで1着が1番やったな。1番だ1234。1234ということで最終決戦ですね。さっきの1番に予選を勝ち抜いた警察車と青いやつとちっちゃいのはどうかっていうのはちょっと今ちっちゃいの2つさあどうなんでしょうか。ゴー。おピリーン。あ、なんかこっちに人乗ってない。でもやっぱり1着乗ってくる人やな。皆さん今度車買うときはこの警察の車かこの青い車買いましょう。タイヤがこうやって外に出てるやつが速いかもね。これ真面目か。これ真面目か。この辺も速いかも。このタイヤが内側に入ってるやつはちょっと難しいかもね。これじゃあこれの作りの問題。まあそのこれの作りの問題だな。こっちがホールかな。
なんかそのこっちの車とまあさっきあっち側にあった車がアメリカのその車のレースで最も古い型らしくて、でそのフォード自身が最初自分が開発したこのレースの車は自分が運転して、いや俺が運転するから買ったらそういう自分の次のその開発とかのお金を出してくれみたいな、スポンサーとかはそういう形でつけたらしくて、この車の上に乗って運転してるのがフォードなんですって、なんかこうちょっとまだ自転車っぽいけどこうチェーンがついてる感じなんだよね。そういう音がすごい。乗客も乗れるみたいな。あ、そういうことね。サーフィン用じゃない。スケボーのあれじゃない。1909年もこんなのがあったってこと。すごいな。でかいの作れてたってこと。かっこいい。1946年。アメリカのトラックでかいけどさ、この頃からだいぶでかかったやん。もうすでに大きいよ。なあ。このぐらいのさ感じの車も結構見るような道端とかでさ。だってもうこれすでにモーターホーム。あ、ほんまやほんまや。中見れたらいいんだけどな、中身めっちゃ気になる。かっこいい。でもこれはもう動く家だよね、ただ。ほんまに。現代のなんかそういうキャンピングカーとはまたちょっと違う感じがするね。なんだろうな。今走ってるやつって西側を。セグウェイ初？最近みんな乗ってるやつさ、もう上のハンドルとかもなくない？いや、セグウェイ自体はあるんだよ。あ、ほんまに。なんかあれまた違うやつなんだ。この違うんだと思うけど。下のとこだけでなんかツーッと乗ってる人結構いるやんか。ね。なんだろう ？CB750。有名なんすかこれやっぱり。これも有名だよ、もちろん。いや、ホンダの CB 系とかだってもう全部有名でしょ。2回目のテキサス来ましたよ。やっぱさテキサスのカンパニーなんやな。歴史ある会社だったんだね。もともと車の会社だったってことなのかな。それが今ガソスタだけになっちゃいましたみたいな。でもめっちゃ可愛い。昔のガソスタのデザインってなんであんな可愛いんやろ。値段もだいぶ違うじゃん。15ドルになった。このさ、フォルクスワーゲンのやつをよく見るよな。これ半分に切ってたアイスクリーム屋さんみたいなのがあったよね。そうそうそう。やっぱこれ可愛いよな。ファーストバーンキャンパーって書いてあるもんね。まだ贅沢な遊びだよね。いや絶対そうやね。今までこそさ、そういういろいろな節約のためにっていう考えがあるけど、この時代は多分贅沢の極みやったよね。これも有名なやつ。そうやそうや。なんか道中にも何回も見たよな。ストリーム。でもこれも1949年にもうこういうヒッチで引っ張る、まあ、キャンパーっていうのかながあったと。日本でさ、この時代にってやっぱこういうのないよな絶対に。どうなんだろうね。やっぱアメリカのこの広大な土地だからこそ生まれたこう、発明じゃないけど遊び方みたいな感じなのかな。すごいこの上に乗せる型のテントも1927年には発明されてた。もう100年ぐらい前よな。これポップアップもそうなのかな。こっち？ポップアップは1956年。すごいね、いい匂いがしてきたんですけど、反対側に行ったらフリールーム的なやつとか、なんかレストランがあるのかな。
スチューム売ってるこの辺が農業用のトラクターになるの。見えるよね。この後ろのタイヤはそういう風に見えるけど。1907年に作られたフォードのトラクター。これで稲刈りできるってこと？耕すぐらいじゃない何か、狩りはできんかね、刃物引っ掛けて引っ張るだけに見える。これ乳搾り機じゃない？そうだね、きっトマトハーベスター、トマト専用に。と。こっちから取ってガラガラっと流れていって向こう側に片付けていくじゃない。イリノイで1990年頃まで使われてたんですよ。10番のサイドチェアは300年以上も前の。古さ出てるけど全然悪くないよね。むしろあの古さがやっぱアンティーク感があってめちゃくちゃ高く売れそう。いや降りるところだね。普通に椅子みたいやねんけど。別に座り心地悪くないけど、でもやっぱ背中がちょっと硬い。なんか高さがなもんなんかわからんけど。小さいんだもん。小さめ。これなんか逆に家感がすごい。家から持ってきた椅子になったよ。ほんまにこんなんやったら。私でも頭つく低い。すごい低い。でなんかデザインもすごい可愛いね、なんか。まだ作りがホテル。うわ。周りやな、ライト兄弟が作った初期の飛行機みたいな感じの。いやまだ狭いもんだだいぶな。鳥やん。めちゃめちゃ怖いよ、これで飛ぶのな。じゃあ足元のところにはチェーンが回ってるしな。なんか逆に拷問みたいな感じなの。この辺なんかたまに見るやつだよね、なんか。観光のやつ。これなんかこう上下になんか動いて撮ってるみたいな。よくね道走ってたらたまに見る。はい、ということでアメリカで私がすごいいつもねお世話になってた H マートを紹介したいと思います。何買うんでもここだったよね。アジア系の食材だったりがね。やっぱ日系のさスーパーで買い物したらやっぱりめちゃくちゃ高くつくんよね、アメリカで。そうだね。 H マートもまあもちろん現地のアメリカのスーパーに比べたらだいぶ高めなんやけど、それでも日系のスーパーで買うよりかはだいぶ安くなるので、やっぱねどうしてもアメリカに行ったら日本のもん食いたいなとかなるやん。特にねなんか薄切り肉だよね、やっぱりね。いつもね。実はまあここの店舗自体は来るのは初めてなんやけど、まあ、売ってるものはほぼ一緒やと思うし見てみようと思います。アワビ買っても刺身やったら食えるな。キャンプに行かん。この辺が野菜コーナー。下手なとこ行くより綺麗だよね、やっぱりね。そう綺麗やし、やっぱりなんか普通のアメリカのスーパーでさ、見えへんようなものとか結構やっぱ置いてるよね。で数が適度な数で売ってるものも多いよね。そうこの辺とかもアメリカ系のとこでは売ってないみたいな。チコリってやつスカロー、この辺がそうバッチョイがチンゲン菜、白菜に近いけどね、この場合はね。日本の野菜炒めてこしょうすごい便利やし、
この人参が1本で売ってるのも日系か、そうね、アジア系じゃなきゃ、ウォルマートとか行ったらこんなんしか袋に入ったやつしか売ってるからさ、絶対食べきれないだろうっていうぐらい大きいよね、一袋が。まあ、オクラはさやっぱ最近すごいアメリカのスーパーでも行くようになったけど、それでも空売りしてるところは少ないじゃないですか。冷凍のオクラああ、冷凍はね、これがインゲンやな。スモーキー。めっちゃ高いねんけどびっくりした。インゲン1パウンドパウンド699。ちょっと高い。いや、パウンドで買うことの方が珍しいんじゃない？まあそれはそうやけどパウンドはこのぐらいになるから。綺麗じゃん。まあこの辺はね普通にアメリカ系でも買えるかな。例えば割高かな、こっちで買うと。こっちの方がね。だからやっぱアメリカ系で買えるとこは現地のスーパーで買って、こういうところでしか買えへんものをこっちで買い足すみたいな感じ。あ、本当のチンゲン菜いた。あ、そうそう。私これで一回調理したことあるけど、でもやっぱ日本に売ってるチンゲン菜と比べてなんかこの下の部分がむっちゃ硬かって、そうだからだいぶこの下の方を長めに茹でてから歯茹でるみたいな感じ。で値段もでもそこまで高くないから。あ、そう、これも買ったことある。これちっちゃい方？ちっちゃい方だね、ベイビーバックちゃう。そうそうそう。ニラみたいな感じじゃないかな。ニラもさやっぱ日系とかアジア系のところしか買えへんよね。この辺はじゃがいもとかヤムか。出ました。この私すごいキノコ料理好きでいつも買うか迷うんですよ。このしめじ系、舞茸とかぶなしめじとか。でもねめちゃくちゃ高いんですよね。今1パックが$3 49です。北斗のオーガニックのやつがやっぱ高くて、こっちのなんかよくわからんアメリカ系のやつやと$1 99か、まあ$2ぐらい差あるっていうような。こっちで代用できるものをこっちで使ってみたいな。で舞茸とかやっぱ私北斗のブランドしか見たことないから。でこの辺が日本の菓子パンみたいな感じかな。ね、そうだね。やっぱどこのアジア系のマーケット行っても結構やっぱ日本のこういうなんていうのデザート系のパンって売ってること多くて、でもやっぱ H マートが断然で種類が多いって感じがする私は。中国系って結構やっぱ多いよね。昔はもう。もちろん。ね、でも値段が高いね。何にしても。食べられません。この井村屋のカステラなんか$10ですよ。1400円ぐらい今出たら。400-500円するってこと。どんな高級なデザート食っとんねんって。懐かしいこのエッグロール、なんていうの、ちっこいカステラみたいな。ね、ちっこいカステラ。これでもアメリカでも結構あるよね。屋台みたいなところでね。あるある。もう今アメリカで多分結構どこ行っても豆腐手に入るけど、普通にこういう現地で作ってるやつは韓国ブランドの方がやっぱ断然安いし、$1ぐらいでやっぱ味も別にそこまで変わらんかなってイメージあった。でもこれハウスもアメリカで作ってるんじゃない？ハウスフードのやつ、そうやと思う。でもやっぱちょっと割高やん、まあ多いけど、なんかこういうやつの方が断然安い、韓国ブランド。それからもやしだね。もやしも日系のスーパー行ったらやっぱこのぐらいやと。その半分かな、400g ないぐらいよね、多分ね。そう、だからこれよりちょい少ないぐらいかな。$3近くはしてたよね、確か。でも豆もやしが多いよね、他のところはね。多い。まあだからよっぽどこのね豆が嫌いじゃなかったら全然こっちの韓国系でいいと思う。これもやっぱ$1ぐらい安いから。ここはなんかあるけどね。そうやな。それ見たことないよね。これ初めてやな、この辺はよく見るけどな。なんかさ、ビニールの袋にいっぱい入ってるこのぐらいのやつ。もっとね、大きいやつね。買ったことないけど割安やと思う。本当業務用って感じやね、あれね。
魚は分からへんな私。でも今ないね。でもなかった。刺身。H マートは絶対刺身置いてるよね。何回か食べたけど、まあちょっとたまに臭いやつあるけど。臭み強いかな。でもここの綺麗に見えるよね。まあ、確かに。まだ特にこんなさ切り身になっちゃってるやつはもうめっちゃ臭かった。臭かった。多分だいぶね火が立ったやつをこう切り身にしてるやと思うけど、まあそれだけ安いけど。まあでも醤油とわさびをたっぷりつけたら、まあまあ食べれんことないでその味しかしないじゃん。刺身じゃなくていいの。日系で買うよりかはやっぱ安いね、こっちの方かな。で H マートは韓国の人もお魚大好きやから魚の種類もないっぱいあって、ほとんどでも魚は買うたことないんやけど、なんかいつもこんなんもあるんやと思いながら見てた。魚焼くのはちょっとなかなか難しいよね、やっぱね。難しい。アメリカは煙の問題もあるしね。そうちょっと煙出たらすぐ警報になってしまう。こういう風に鍋に入れるように切り身にしてあるやつとか、で結構骨が多い切り身はだいたい割安やったりするから鍋に入れるだけとかやったら全然こういう安いやつでいいと思う。私干物大好きやねんけど、でもこれ高いよなやっぱな。これに関してはやっぱ韓国系のところでだいぶ高い、でも量が違う気がするんだけど、なんか日本のってもうほぼ入ってないよね。なんか2人で食べてたらさ、3分ぐらいで終わるよね。食って一つかみした方がいいみたいな、まあ、それ考えたらまあ確かにな、高いけど量はだいぶ日本のやつに比べたら入ってるよ。あ、お菓子コーナーですか。みんな大好きよ。みんなまたみんなって言った。みんな大好き。ここなんかあれやな、いつも私が行ってたHマートは結構韓国は韓国のお菓子、日本は日本のお菓子で分けられててんけど、ここはなんか混ざってる気がする。そうだね、なんか一緒になってる感じ、でもこの方がなんか分かりやすいかも。まあ、確かに、物によってこうそう物によって分かれてる。結構やっぱ日本のお菓子とすごいもうほぼ一緒みたいなやつも多いけどさ、やっぱ韓国語で書いてあったら手が出にくかったりするやんか。だからなんかどうしても日本のやつ選んでしまうねんけど、でもなんかこうやって一緒になってたらなんか確かに分かりやすいね、分かりやすいよね。比べやすいしね。そうでこの飴とかも$3ですよ。450円。でももう俺は本当に日本が分からない。いくら絶対それがいくらで売ってるのか予想もつかない。多分ね、まあ、100円前後ぐらいちゃうかな、こんなやつ。150円ぐらいかな。今も値上がりしてるかもしれん。もちろんな、今はもう今年に入ってからだってみんな2回も3回も値上げしてるよね。そうやな、だいぶ上がってるやろうけど、こういうクッキー系もいつもなんか美味しそうやなって思うんやけど、なかなか手が出ずに終わった。俺は結構このクッキー系好きかな。これまさにあれやん、エリエールじゃなくて、そうだね、エリーズやったっけ、エリエール、エリエール、それティッシュじゃあるよな、これ全く一緒。ある俺も今出てこなくて申し訳ないけど、あとこれとか、まあ大概お菓子なんてどこの国も似てくるやろうけど、でやっぱ韓国製でもこれで$7、ほぼ1000円弱ぐらい。高いね。子供に優しくないな。ほんまそれやわ。子供あんたお菓子なしやって言わない。それなんか H マートブランドなの？なあ、チョコパンやのに、なんかどれかわかんない。H マートの40周年で値下げしてあるんです。そうやね。普段が$8.49。やば。これめっちゃ美味しない？私これほんまおすすめです。これみんな買ってみてください。いつか機会が。それも違うんじゃない？それもマシュマロじゃない？これマシュマロじゃない。普通のクリームっていうの。ほんまに日本のチョコパイみたいな。それこそ。めっちゃ美味しい、ほんまに。で、まあこのサイズ6パックやったら$3.90って高いけど、まだちょっと贅沢で1回ぐらい買えるかなみたいな感じ。チップス系はね、私韓国系全く試したことないねんだ。食べたことある？系あると思う。多分オニオンリングとかセウカンとか。これだってもうかっぱえびせんやん。ボロかっぱえびせんやん。大概まあ作るものはまあ一緒やな、似てくるな。$6。チップスで800円ぐらい。
アメリカ暮らせへんわってな。いやほんと暮らせない。今はちょっと早く帰りたいもんね。いや痛いんだよ。痛いのに早く帰りたいちょっと。マジで物価がえぐい。この辺が冷やし中華とかラーメン、焼きそば。まあこれも高いよね。まあ3つ入ってるって言っても7ドルやからまあこれ800円900円ぐらい。高い。これなんこそほんまに安いスーパー行ったら日本に98円とかで売ってたから、まあ今はもちろんちょっと上がってるやろうけど、それ考えたらほぼ10倍やろ。この辺を試したことないな。韓国もな、お店でしか食べたことないけど、こういうそば麺の冷麺とかあるやんか。結構好きやったけど、まあ、自分で作ったことはちょっとないけど、ね、冷麺もなんかいろんな種類があってね。そう難しい。ポテトヌードルとかも、芋で作ったポテトヌードル8ドル。が高いと。でお肉です。みんな大好きで、やっぱり韓国系スーパーのいいところは薄切り肉があると思う。それもやっぱ日系で買うよりかは多分だいぶ安いと思う。量ももちろんめっちゃ入ってるから、合計金額で言ったら高っと思うかもしれんけど、でも日系で買うより割安かな。この辺とか冷凍、まあこれでいる分だけ出して冷凍庫にまたしまってみたいな感じできるから。和牛ビーフ。でもこういうのもあって、私この豚バラのスライス、ほんまやー。めっちゃ美味しそう。タンは基本的に日系のとこかこの H マートでしか見たことない。でもあんまり食べないんだよね。なんかまず部位を聞いただけでみんな嫌がる。したいが。なんで牛とキスしなきゃいけないんだっていう。その考えが嫌やわ。日本語で黒豚って書いてある。ちょっと字が怪しいけどな。中国語で黒豚って書いてある。詳しく言えば違うなと思う。黒は中国語だけど豚は日本語。これだけ入って13ドルか。多分日系やったらこの3分の2ぐらいのとこで、同じ値段ぐらいかなってイメージがある。アメリカで買うと大きい。ここの方が安くない？普通の。でかい。めちゃくちゃでかい。めっちゃ美味しそうこれ。和牛ビーフやアメリカンって書いてるけど、アメリカで育った和牛ってことかな。でもやっぱこの霜のさ細かさがやっぱうまそうってなるよな。久しぶりに見たのがそんなの。なあ、やっぱこっちはさこういうな。そうそうそういうの多いよね。多いよな。霜降り肉って見ないんだ。やっぱあんま好まれへんのかな、こっちの人にな。なんかでもここすごい多くない？多い。肉系のそうだしさ、魚も綺麗だったよね。商品が今回ってるのか、なんか古い感じがしないよね、あんまりね。めっちゃ美味しカップヌードル1個3ドルですよこれ。そう。シーフードだけなんか50セント安い。本当だ。あんまり人気ないんか。なんかアメリカみんなカレーの方が美味しいっていうよね、日本の人に聞いても。レシピが違うんかね。なんか日本に住んでる身からして麺が450円ぐらいで、もうそれなんか定食食べれるやんみたいな。ねえめっちゃ高いよね。でもこの旅で言ったらだいぶお世話になったやん。だいぶお世話になった。やっぱりなんかこう味に物足りなさがあるよね、他のものを何食べても。そうやねんな。満足度がちょっとやっぱり下がるというか。そう。もちろんね、アメリカのものはアメリカのものとして食べるから美味しいんだけど。そうでもね、じゃあそれを毎日食べれるかって言われたらまたそれやって。新ヌードル出ました。みんな大好き。このちょっと形変わったんだね。なんかちょっとキュッてなってね。前なんかこういう縦長やね、こういう感じだったら見たことある気がしたけど。これでも1個2ドル。おでんかと思ったこれ。おでん麺。おでんトン。5個入りとかになったら10ドルやもんな。めちゃくちゃ。
ね、袋麺なのに10ドル。気軽に食べれへん今日贅沢して全部食べちゃおうとかってめっちゃ高くつく。なあ。これ安ない？そば系。日本のブランドなんかわからんけど、日系スーパーでこういうさそば買おうと思って5ドルするねん。まあこれ山芋入り、まあ、ちょい高めやけどそれでも全然安い。1ドル台で売ってんのはだいぶ安い。この辺のそばはみんな紫そば9ドル、7ドル、9ドル。あーこれも安いな。だからこのシリーズがなんか安いね。このウエルパック。ウエルパックはどうなんだろうね。プロダクトオブオーストラリアって書いてある。日本製ではないんだね。日本から持ってきたわけではないってことかな。でもキッコーマンじゃないのかな。あ、違う、食べ方だった。食べ方キッコーマン醤油を使うって書く。そっからしてもちょっと間違ってるやんか。日本人からしたら醤油でうどん食うん違うで。あ、でもこの量だったらまだいい方じゃない。ああ確かに。こんだけ入ってまあ6ドルぐらい。茶そば食いたいな。見てこの量、すごい全部コチュジャンでしょ。さすがよな。ねえ。私もさコチュジャン大好きやったからさ、うんH マートでよく買ってたこの、うんうんこのシリーズ。普通にやっぱめっちゃ美味しい。何にでも使える。ほんま炒め物も鍋物系も。最近なんかこういうさソースになってるよね。もういつでも醤油みたいにつけて食べれますみたいなさ。確かにそれいいよな。そっちはね料理に使うっていう感じだよね。そうそこからさ出してやんのがちょっとめんどくさくて。でもそっちの上のやつは本当にもうつけて食べるための状態になってるから。めっちゃいいやんな。確かにこれ書いたもんな。ブロッコリーつけろ。ブロッコリーだけあとは韓国でいうやっぱごまとかごま油とかっていうイメージもあるよね。ごま油でもやっぱりちょっと高いよね。いや高い、ごま油は高いよね。なあ、考えとか10ドルとかになってんもん。私もよく一番小さいやつ買ってた。このぐらいのサイズのやつ。普通に美味しかった。やっぱごま油ちょっと香るだけでもね、旨味違うよね。一番好きなのはこのシリーズ、角屋のやつ。めっちゃ好き。もう開けた瞬間香りがプーン。ちょっと高いから買えへん。すごい海苔の種類じゃないけど、あっちからあっちまでずっと韓国のに美味しいよな。やっぱ美味しいよな。それだけでいけちゃうもんな。それだけでご飯食える。でもやっぱ高いねんな。買ったことないねんけど、これだけしかなくて入ってなくて9ドルぐらい。でもビールのお供にもなるし、これだけでね。つまみにもなるし。ポテトチップスよりは全然いいかもよ。だいぶ高いしお腹満たさないけど。チップス3つぐらいかな。このビルディングが有名な。北西に進みます。右？およそ400フィート先、左方向です。だいぶ高いよな、やっぱこう見たらな。なんかちっちゃいやつ。なんかいる。何や。ちっちゃ、何これ。子供よ。なんか見たことない会社かもな。あっちね。その変なあ、どれ？銅像が何なのか。あ、そっち。今気づいた。お疲れした。歩きだけど。